こんにちはー。本日も始めて参りますよ。スーパーオズ対戦 F 完結編。今回はその、第55話、タイムリミットの前編になりまするぜ。本筋では、リターンズは各地に点在していた部隊を、ジャブローに集結させ始めたようです。その情報を得たロンドベル隊は、それが罠だとは知らずに、急ぎジャブローに向かいます。その頃、ジャミトフは密かにジャブローを脱出する算段を立てていました。しかしバスクが進めている作戦が、完了するまでもうしばらくかかりそうなので、白っ子は時間稼ぎのために、ジャブローに残り、ロンドベル隊を食い止める役を買って出ます。ジャミトフはその行動に対し、アダやオロソカには、せぬことを約束し、指揮権を任せようとしますが、白っ子はそれを辞退しモビルスーツで、前線に出て、戦う旨を伝えます。それに対しジャミトフは代替案として、イゴール准将に指揮権を、与えることを決めますが、バスクが秘密裏に推し進めている作戦のことは、伝えずに、あくまで戦力の立て直しのために一時的にジャブローを離れるという名目であるということを合わせて、伝えさせます。そして、リターンズ側が臨戦態勢を、整えた頃、ロンドベル隊がジャブローに、到着します。今回色々説明が多いのですが、ゆっくりじっくり説明してきますさ。マザージ軍の変更具合からかな。今回から新型機ビル号、実戦配備いたしましたぜ。いつぞやの、なんちゃってオペレーションの部はマップで倒したモビルドールビル号を回収し、コックピットを取り付けて有人機仕様に換装し直したという体でやっとりますんでついてきてちょね。パイロットはクライスと、攻撃力はまあまあだけど、命中率が知れてるので、どこまでやれるか心配です。これなら雑魚相手には心配なさそうな、命中率しとりますな。破壊力は申し分なし、そして何よりはこのアイフィールドなりなりよー。そして A ビヨンドザトットマップで、追加するのをすっかり忘れておりました。なんちゃってチャンサーを今回は、無事にこちらへアマゾン川に、放流してありますぜ。バチーン。メリクリウスのプラネートも、絶好調のご様子ですじゃな。あ、そう、今回は後編の爆弾処理作戦に備えて、なるたけ早くこのマップをクリアしておきたいのですが、いかんせん。相手はロザミアとシロッコというニュータイプと強化人間野郎たちなので、どうやったら攻略できるかどうか、現状わかりませんので、今のところは釣り出さずにそっとして、皆で森に隠れて、どんどん湧いてくる、雑魚をまずは殲滅いたしましょうという作戦に出ることにした我がオズでございます。なので今回は敵のニュータイプらと、やり合えそうなメンツらの強化パーツを、命中補正が効くものなどに入れ替えてありまするのね。さささ、なんちゃってキャンサー完結編での初登板となりまする。いけーって、あじゃ銃ですか。武器弱いし敵強いし、最弱連邦兵じゃし、こんなもんじゃろと、今は思っておりますが、この弱さの原因が、もう少し後で判明します。そうなのよ。今回からビル5に登場しておるクライスト君なので、アイタとオラスに今回からドロシー城が登場しておりまするのよ。エアリーズであれだけの活躍見せてくれたドロシー城なので、今後はさらなる活躍が期待できると思いますです。じゃあ空飛んでると一気に狙われ出しちゃいますぜ。あ、そう、だから今マップでのエアリーズは、ミュラー君の乗る一機だけなんだぜ。そうだ、今回も敵方の追加配備行いましたよ。すべてティターンズ兵君が、パイロットですが、すべて6段階改造の、アッシマー卿 MS、キャプラン MS、ハンブラビ卿 MS、アレキサンドリアの計4機を、基地奥に配備してありまするぜ。通常の雑魚は前期モビルアーマー仕様で、空飛んできやがりますが、こいつら追加配備組は、戦艦を除き、3機は陸を、やってきますので、元より熱い装甲をさらに、熱くする可能性がありまするのよ。でもね、オズのユニットは攻撃力だけは、ピカイチなので、それを上回って、やろうと思っておりまするぜ。奴らは陸から来るので、それまでに雑魚を一掃しておきまっしょい。言うてましたら、追加配備組4機も徐々に近づいてきているぜ。早く雑魚を倒しておかねば、マザーとオラス飛行方くんの援護射撃。今回は射程8のウイングゼロで、アッシマーを
落としに行きまする。今回ウィングゼロには対地応戦を見据えて高性能レーダーではなく、ビームコーティングを装備させてありまするの。復活トーラス組んで、下の足間を一機減らしておくことにいたしまするぜ。いつもは命中補正低すぎる連邦兵君たちに持たせてあるファティマを今回はメリクリウスと VI8 に装備させてありまするぜ。これも対地応戦に備えてのものじゃし。ナイスのイン、タイムリミット前編は最大15ターンでしょ。確か、それまでにジオウとサイコガンダムマーク2を倒しきれるか、現状ではかなり不安じゃ。追加した中ボス4機もおることじゃし。いつものごとくアマゾン川に、ジオウを沈めてしまえば、ビーム攻撃主体のワガオズでは、反撃は食らわなくとも、攻撃できる術がほとんどなくなってしまうので、陸で戦わざるを得ないのよ。でも、うちのメリクリウスや VI8 は、ボセイダルルートで登場する今日のやつとは違いまして、弱の方を使用しておりますので、下手をすれば一撃で撃墜されかねないのです。サイコガンダムマーク2も倒さにゃーならんので、いやはや、どうしたもんかね。確実に当てられるのはウィングゼロとトールギス2のみ。だからドキドキものじゃ。ナイスレッドワン。ジオウ撤退までに無事に全滅させられると思ってくれたそこのあなた。もし全滅させられることができましたならば、ぜひともチャンネル登録&高評価していただけると、とっても嬉しい、アスゲンです。射程外からじゃからやってまえトーラス君、バキューン、当たったーラッキークッキーハックッキー。坂上家のワンコの中では、団地でパグゾウが好きなアスゲンです。ニコル副官もやるじゃねえか。微妙ですが、数少ないチャンスがミュラー君に回ってきたよ。ドカーン、やったぜやった倒せたぞ。やればできる子 IDK。今度はブラビじゃ。やっとくれキャンサー君。ミサイル発射ー、ワッハッハ。あじゃまた銃ですか。もしやもしや。やってしもうたがや。パイロットの地形補正をオール A に変更したけども、ユニットのそれを変更するのを忘れとりましたわ。それでなくても大して強くないのに、これじゃあ活躍できないわけだぜ。なわけでてなわけで、一度セーブいたしまして、キャンサーの地形適応を、オール A に変更し直してやり直しておりますので、ご理解をばください。シャシャシャー。ここで白っ子登場だぜ。そうだ。キャンサー君の中身は、今回はブアルブアロー。そのまま流用しておりまするぜ。なので、ミサイルボットはブアルブアロのそれを、そのまま使用しておりまする。やばいやばいやばい。エアリーズが、狙われだした。勘弁してくれい。しかも避けられたぜ。小屋番持久っすか？耐えろエアリーズくん。クリティカルだけはもらってくれるな。これをしのげばいけるじゃろ。65%じゃ。避けられるはず。避け。残念無念。このマップの雑魚の破壊力は、今までのマップの一段上じゃね。忘れてたよ。スパロボ F 世界で総活躍社会目指しておりますが、今回はオズを主役の座に、頑張っております。第1弾となる、第1次ネオジオン対戦 F も、まだの方は見てみてね。ヌヌオ宇宙ボスクラスもやってきた。レディアント草は、現在戦線離脱しておる体でやっとります。ね、ここから A になっとります。これで幾分マシになったかと、思いますよ。じゃまあ北側の残る1機を、ビームカノンで片付けることと、いたします。ズドン、徐々に破壊力が増してきた感がありますぜ。お次はエアリーズくんの敵討ちだー。ってなわけで、近場の奴らをどんどん片付けていこうと思いまする。基本、当てられようがかわされようが操作ミスをしてしまおうが構わずそのままノンリセットでプレイしておるアスゲンです。だから、この緊張感が少しでも視聴者の方々に伝わればいいなと思って一生懸命プレイしておりまするのよ。難しいマップでは何度も組みかけたり何度もフリーズさせたりして悪戦苦闘しております。だって弱小オズだったんだもん昔はね。VI8 はせっかくなのでその射程距離を生かして遠くのカブトムシを撃ち抜かせまするよ。ガシャーン一撃で撃墜したですわいな。あれがジオウやサイコに当たればでかいんじゃがな。ゼクスには早く2回行動になってもらいたいんじゃが、トレイズとドロシーが、それよか先に、
2回行動になりそうな予感です。そういや、レディー&草はレベルが止まったままですな。じゃあわずかに残るビギン、ね。しっかりビームコーティングされとるわい。強度射程外の足間はどんなもんじゃろか27%こりゃあかん。強じゃなくて弱の方を、やることにいたします。やっぱ片落ちとオルギスじゃこんなもんなのか。なわけで、中ボス軍団はとりあえず閣下に、まずは削っていただきましょう。覚悟だジャプラン。いけー、かわいいワンちゃんですねー。さすが閣下余裕の半分今日削りましたわ。これならジオウともまともにやり合えそうじゃばな。走行も申し分なしじゃし。修正キャンサーはジャプランに、どんなもんじゃろかな当てれそか ?9 ですかこりゃあかん。確実なブラビ弱を狙わしましょうか。あ、そう、武器だ武器。ブアルブアロの不要な武器は、魚雷か、ミサイルポットに置き換えました。いったれー。クライスト、当たれば強力ビルゴの、ビームキャノン、しかもフラネートディフェンサーのおまけ付き、バチーン。残す新型機は3機。さてはて、どこで登場させましょうかね。現在、あれこれ試案中でございます。あ、そう、うまい具合にいけば、宇宙ルートでちと面白いことを思いついたので、試してみるつもりなのよ。ぐぬぬ、エアリーズをやった奴らは今度は戦艦狙ってきやがったぜ。右からの敵増援もあるけん次のプレイヤーフェーズでどうにかこうにか、キャツの逃げ場を確保してやらねばなりもはん。てめえ80何パー予見じゃねえよ。戦艦は無改造のままなのです。お、たまらず足間が潜ってきたみたいじゃ、ダメ元鎧をぶち込んでやるぜ。ふふふ、走行とかはブアルブアロのままなので、防御はさほど心配じゃないけど、やっぱ避けられちまったぜ。ジャプランチ迷ったかお前はすでに死んでいる。ビーリー。王道12件、なんちって。あいつかきゆえに、制定とレイズ勝ちました。ほわちゃー、意味なし。補助ブラビ今日も潜ってきやがったが、そうやつには海蛇ありまっせ。いやはやそれでも負けない元ブアルブアロ。そして依然として当たらない魚雷たち。ああ、悲しきなんちゃってキャンサーくん。現状、どのタイミングでボス2人を釣り出そうかと思案中なのです。流行ってもダメだし、襲ってもダメなのさ。ドジャービム差で一撃、トルギ2恐るべしかな。あ、そう、トルギ2の HP は3分の1にしてありますのよ。まずは戦艦回復させましてひとまず戦艦周りをスッキリさせると参りましょうかね。いけー、ノイン、通常兵器のビームカノンでこないよ。森の城とオラスに1000ものダメージ与えるとは、やるなカブトムシ。さてさて、どんどんシロッコの気力が上がってってそうで怖いですじゃ。トールギス2以外は、下手すりゃ一撃で落とされかねないかもしれませんもんね。一回行動のメンツばかりじゃから、タイムリミット後編の爆弾処理マップには、なるたけターンを残しておきたいんじゃば。香港だった結果での、ゲターンズ軍との最終決戦及び、バイストンウェル軍との最終決戦でも、面白い思考を凝らすつもりなので、一風変わった、似て非なるスパロボ F を楽しみにしていてくださりませ。多分大丈夫じゃろと思うので。いよいよ反応199。次で2回行動になってくれるかくれないか。おーっとそろそろお時間となりました。それでは次回、タイムリミット前編の後半戦で再びお目にかかりましょう。さようならー。